ネットフリックス映画テンダンスの配信が開始されました。このチャンネルは BL の話ができる友達がいない私の美貌録です。こんにちは、K です。ティザーを見て期待値爆上がりだったテンダンスを配信日を待ってすぐに視聴しました。すでに見た方はいらっしゃいますか？良かったという方、見てみようと思った方はぜひいいねで教えてください。この作品は井上佐藤先生による漫画原作、竹内涼真さん演じるラテンダンスの王者鈴木真也と町田啓太さん演じるスタンダードの王者杉木真也、一文字違いの名前を持ちながら踊りも性格も対極にある2人がお互いの得意分野を教え合うことでテンダンスに挑む物語です。ソシアルダンスには全く違う2種類のダンスがある。杉木真也が専門にしているスタンダードにはワルツ、タンゴ、レニーズワルツ、スローフォックストロット、クイックステップの5種。もう一方の鈴木真也が専門にしているのはラテンアメリカン、チャチャチャ、サンバ、ルンバ、パソドブレ、ジャイブという同じく5種で競う。その両方10種類を極めたダンサーが競う競技がテンダンス。お二人のインタビュー動画を見たり記事を読むと、それぞれがこの役を引き受けた時の覚悟や引き受けた後にも迷いが払拭されなかったという、それだけダンスへの完成度が要求されるごまかせない役に挑んだということですね。この作品自体が BL を演じるという意識よりもダンスと人間関係をどう成立させるかが重要になるという面で2人が意識していたところのようですね。特に印象的なのはダンスに対してうまく見せるではなく、信頼がなければ成立しないと語っている点、ここが最大の肝ではないでしょうか。この作品の2人は惹かれ合う、ぶつかる、理解し合うというプロセスを感情ではなく身体でやっているという視線の置き方、距離の詰め方、触れるまでの間、それが全て演技ではなく関係性として積み上がっているように見えました。ジャンルとしては BL というより社交ダンスをテーマにしたスポーツ映画といった感じですが、その実態はもっと深遠な魂と魂の対話を描いたヒューマンドラマと言えます。チラ見させてくれるティザーを見ただけでこれはやばいと期待値が高まったのと同時に、本編がどこまでなのか心のどこかで半信半疑で見始めた気がします。監督や制作陣がこだわったという安易な恋愛映画に落とし込まないこと、ダンスという肉体言語を通じて言葉にできない感情をぶつけ合い、いつしか相手の存在が自分の一部になっていく、そのプロセスが非常に丁寧に、そして官能的に描かれています。単に BL だからというくくりでは収まりきらない一つの芸術作品としての挑戦が前編から感じられました。競技ダンスという極めて身体的でかつルールに縛られた世界の中で2人の男が技術、プライド、感情、愛をぶつけ合いながら近づいていく物語。 BL 的に見るとこの作品の面白さは好きだから触れるではなく、触れなければ成立しない関係性にあります。ダンスそのものが相手に体を預ける、呼吸を合わせる、主導権を渡すというほぼ2人の関係性のメタファーになっていますし、だからこそ恋愛を説明しない、言葉で定義しない、体が先に感情を語ってしまうという思った以上に濃厚なキスシーンも湧き上がってくる感情が手に取るようにわかる流れで、抑えられない衝動の先にあるものが見てみたいと思わせてくれます。テンダンスでそれぞれが頂点を目指しながらこの先どうなっていくのか続きが気になります。簡単に続編が見たいとは言えない作品ですが、原作を読まなければと思わせてくれるのではないでしょうか。漫画で表現される心理描写は映画版でどう見せてくれるのかを楽しみにしていました。漫画ではコマとコマの間にあった沈黙や視線の交差が実写では役者の呼吸や体温となって現れます。特に言葉を交わさない練習風景のシーン、肌と肌が触れ合う瞬間のわずかなためらいやお互いの重みを感じ取る瞬間の緊張感、これらは生身の人間が演じるからこそ生まれる実写ならではの感覚です。お互いぶつかり合いながらそれぞれの環境を理解し体験しダンスに落とし込んでいく過程、そしてスタンダードの国内1位で世界2位から上がれない杉木の限界、ラテンの国内1位で世界に挑戦してこなかった鈴木の背景、
それぞれがテンダンスで頂点を目指すために必要で、お互いを知った瞬間の衝撃から手に取るように分かって、この先の2人を知りたいと思わせてくれました。最後に2人で踊る圧巻のテンダンス、プロの目にどう映るのかは私には分かりませんが、役者として限界まで挑戦した2人の成果に感動しました。とにかくすごいの一言です。 BL 好きの中でもこの原作が BL と言ってよいのか賛否分かれる作品だとは思いますし、分かりやすい恋愛ものではないので、何を基準に見るかによって違ってくるのかもしれませんが、ダンス映画として完成度の高いものではないでしょうか。その中にある2人の関係性や感情の揺れが繊細に表現されていました。ひたすら見ていてかっこいい。改めてこの漫画を実写化しようとしたこと自体がものすごい挑戦だと思いました。それを表現してくれる役者さんたちが見つかったこともすごい。2人の本気度が伝わってきて、インタビューでもお互いがどれほどの信頼関係を築いていたのかが分かります。杉木というキャラクターが持つ気品と内に秘めた激しさ、それに対してラテンの血が刻み込まれた野生的で奔放な鈴木、ダンスで爆発するエネルギーのようなものが役者さんによって完璧なリアリティを与えていた気がします。ダンスシーンの完成度は言うまでもありません。ですがそれ以上に心に刺さったのは2人の間に流れる愛の定義です。それは所有欲や独占欲といった狭いものではなく、この人がいなければ自分は完成しないという究極のリスペクト。カメラが捉えるふとした瞬間の距離感、つないだ手や背中に置かれた手のわずかな力加減、それだけで彼らがどれほど深くお互いの存在を受け入れているかが伝わってきて、何とも言えない感動でした。見終わった後の余韻には、この先の2人をもっと見たい、そう強く思わせてくれるような余白がありました。この作品ではテンダンスの大会が描かれるわけではなく、これから目指していき、2人がライバルとして今後目指していくという背景で終わります。重要なのがその過程にあることが分かりやすく描かれていて、最後の2人のダンスシーンではそれぞれが変わったことがよく分かります。杉木の動きが柔軟になり、それまでのスタンダードの隙のない完璧さではなく、ラテンでの生きた表現へと変わりましたし、鈴木と踊っている楽しさが表現されていて、表情がガラッと変わります。対する鈴木もラテンの情熱を失わずに、杉木とのレッスンで学んだ自制と信頼が表現されています。ダンスも愛も支配や完璧さではなく、相手を見て聞いて答え、自分を変えることを許容することで今後の可能性を残して終わるという、思った以上に満足度の高い作品でした。誰かと対立するのではなく、共に踊ることを学んだ2人がこれからどう進化していくのか。最後のキスシーンも良かったです。衝動や湧き上がる感情とはまた違った信頼感の上にある自然な流れのような、2人だけの静寂の中にある素敵なシーンでした。原作が続いていることを考えると、始まったばかりの2人がこの先どうなっていくのか、原作で追いたくなりますよね。これは本当にスクリーンで見たかった作品です。全編を通して音楽も心地よく、実際にイギリスブラックプールでロケをしたというのも迫力がありました。ネットフリックスで迷っている方もいらっしゃるかもしれません。見て損はない作品だと思います。映画を1本見に行ったと思えば、ネットフリックス1ヶ月入って見るのは良いのかもしれません。私はまだ何週かすると思います。見落としているシーンや見るたびに新たな発見がありそうで、じっくり見返したい作品になりました。愛とは2つの肉体に宿る1つの魂である。アリストテレス。すでにご覧になった方の感想も聞きたいです。原作ファンがどう見たのか、原作を知らない方がどう見たのか、よろしければコメント欄で教えていただけると嬉しいです。これはもう見た人によって何を感じるか、100人いたら100通りの受け取り方があって良い作品ではないでしょうか。チャンネル登録をして皆さんの好きも教えてくださると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。